1966年、ヤードバーズ在籍時、ベックは運命のギターと出会った。ロンドンで手に入れた1959年製レスポールスタンダード。このギターをヤードバーストと呼んだ。ベックはその後、フィニッシュを自ら剥がし、ナチュラルに仕上げた。アルバム、トゥルースの極上のトーンを生んだのは、このレスポールだった。しかし1968年に、このレスポールはツアー中に損傷した。アンプから落ち、ヘッドが折れ修理を繰り返したが、もうメインには戻れなかった。そこへ手を差し伸べたのが、ベックに憧れる19歳のギターコレクター、後にチープトリックを結成することになる、リック・ニールセンだった。自らのコレクションから、1959年製レスポールスタンダード、チェリーサンバーストをベックに譲った。ビグスビーの跡が残る、2本目のバースト。重厚なパフのトーン、焼けつくようなサスティ。ベックオーラのツアーで、このギターは主力となった。1969年7月、ニューヨーク州タマラックラウンジ。ライブ中に消火器が噴射され、会場は騒然とし、大混乱が起きた。バンドは楽器が置き去りにされたまま、舞台を退場せざるを得なかった。翌日、会場に戻ったベックは自分の目を疑った。こともあろうに、ベックのナンバーワンとも言われる、最愛のギターが消えていた。このギターは、ベックの心にぽっかりと穴を開けたまま、戻ってくることはなかった。その後、バンド内の緊張、ベックがウッドストックに出演しないと判断したこと、ロッド・スチュワートがソロアルバムをリリースしたことなど、様々なタイミングが重なり、ベックは解散を決断した。1969年11月、ベックに新たな悲劇が襲った。イングランド、ケント州、メイドストン近郊での自動車事故。ベックは頭蓋骨を骨折し、約18ヶ月もの間、音楽活動は完全に停止した。ボガートとアティストの夢のトリオ計画は凍結された。2人はベックの復帰を待つことはできず、カクタスを結成し、活動を開始した。1971年、ベックは回復し、第2期ジェフ・ベックグループを結成した。ボビー・テンチ、マックス・ミドルトン、コージー・パウエル、クライブ・チェアマン。ジャズ、ファンク、リズム&ブルースを融合させた新しいサウンドを模索した。アルバムを2枚リリースし、プロデューサーとしてスティーブ・クロッパーとの出会いもあったが、求めていた新しいスタイルにはたどり着けなかった。1972年7月、ベックは再びバンドを解散させた。その頃、カクタスも解散し、ボガートとアティスがフリーになった。絶妙のタイミングで、1969年に約束したあの夢のトリオがようやく集結する。1973年、ベック・ボガート&アティス、BDA がアルバムをリリースした。テクニカルな演奏力は高く評価されたが、第2期ジェフ・ベックグループでリズム&ブルースを実験的に取り込んだ経験を経て、ベックが求めるほどの化学反応はこの3人には起きなかった。しかも、興行収益も思うほど得られず、メンバー間のいざこざは悪化した。あれほどまで恋焦がれた BDA は、1974年、あっけなく終わった。ベックは再び、一人になったが、今度は違った。インストゥルメンタル、ジャズ、フュージョンへの道を模索することで、ついに、孤高のギタリストは、ジェフ・ベックとして目覚め、自分のギターに背負ってきた運命を歌わせることを決意した。もう、ロッド・スチュワートのようなボーカリストはいない。ボーカルなしで勝負する。しかし当時、ボーカルなしのアルバムは商業的にリスクが高く、誰もが首を縦に振らなかった。ベックにとって、これは最後の賭けだった。そんなベックの耳に飛び込んできたのが、マハビシュヌ・オーケストラのアルバム、アポカリプス。ジョン・マクラフリンのギター、オーケストラとロックの融合、そして圧倒的なプロダクション。プロデュースしたのは、ジョージ・マーティン。ビートルズを世界に羽ばたかせた、あの男だ。ベックは確信した。この男と仕事がしたい。マネージャーが連絡を取り、ベックはマーティンのオフィスを訪れた。手には、自ら悪魔的にひどいと感じていた断片的なメロディーの集まりに過ぎなかったデモテープ。ベックは赤面して帰る覚悟を決めてテープを渡した。マーティンはテープを聞き終えるとこう言った。これはとても面白いサウンドだ。今すぐレコーディングを始めよう。ベックは驚いた。まさか引き受けてくれるとは思っていなかった。マーティンはスタジオでこう告げた。音は 99% スタジオで決まる。魔法の音じゃない。君の心の声、ギターの音をレコーディングするんだ。作曲より車いじりが好きだったベックに、
マーティンは作曲を求めなかった。ただギターを弾け。その言葉がベックを再び立ち上がらせた。少し話を戻し、運命のギターとの出会いについて語ろう。フェンダーサウンドハウスで修理をしていた若きリペアマンセイモア・ダンカンは、ベックのパフが盗まれた話を聞いて何とかしてあげたいと思っていた。1965年、ヤードバーズの音楽を聴いて以来、ベックに憧れ続けた少年が今や腕利きのリペアマンになっていた。セイモアはベックのマネージャーラルフ・ベイカーに連絡を取り、スタジオでベックと会う機会を得た。セイモアにはベックへ届けたいものがあった。自らの手で作り上げた改造ギターテレギブだ。ベースとなったのは1959年製フェンダーテレキャスター。セイモアがオハイオ州シンシナティの楽器店で入手した荒らされまくった状態のギターだった。指板を取り外し、新しい指板に交換。オリジナルのテレキャスターのブリッジプレートを半分にカットし、真鍮製のサドルをそのまま使用した。そして心臓部となるピックアップ、ブルースギタリストロニー・マックが所有していた1959年製フライング V。 粉々になっていたそのギターからセイモアはパフピックアップを取り出した。地元のモーター修理店から入手したワイヤーで丁寧に巻き直した。ブリッジポジションはよりホットに、出力を高め、サスティンと倍音を強化した。レスポールのような太いトーンとテレキャスターのプレイアビリティを併せ持つハイブリッド、これがテレギブだった。セイモアはこのギターをベックへの贈り物として届けた。ベックは即座に気に入った。1974年10月、ロンドンエアースタジオ。ジェフ・ベックはジョージ・マーティンと共にブローバイブローの録音を始めた。毎日スタジオに行くのが楽しみだった。ベックは後にそう語っている。ボーカリストはいない、ギターだけが歌う。テレギブを手に取り、ベックはアンプにプラグインした。スティービー・ワンダーが作曲したこの曲をベックはある人物に捧げることにしていた。テキサスのブルースギタリストロイ・ブキャナン。セイモア・ダンカンが地元クラブで見て以来、生涯の憧れとしてきた男だった。そのロイ・ブキャナンをベックに紹介したのもセイモアだった。ベックはロイ・ブキャナンのボリューム奏法に浸水していた。セイモアが巻き直したパフがサスティンを伸ばし、倍音を重ねた。この瞬間、全てがつながっていた。壊れたフライング V から救い出されたピックアップ、セイモアの憧れであったロイ・ブキャナンへの献身、そしてベックの元へ戻ってくることのなかったあのレスポールへの哀悼の歌となった。1975年3月、ブローバイブローがリリースされた。ベック初の完全インストゥルメンタルソロアルバム、ビルボードで最高4位まで上り詰めた。インストゥルメンタル史上初のトップ10入りを果たした。ビートルズを世界に羽ばたかせたジョージ・マーティンの手によってジェフ・ベックは自信を取り戻し、ベックのキャリアの中でも重要な再出発地点に立った。